コンピューターのプログラムとかソフトウェアって聞くと、皆さんもおそらくものすごく精密で完璧な論理の世界を想像するんじゃないでしょうか。一文字でもコードにミスがあれば、画面が真っ赤になってエラーを吐き出すような。すべてが計算通りに動く数学的で透明な世界ですよね。そうですね。本来は0と1で構築される白黒がはっきりしたバイナリーの領域ですからね。入力に対して必ず予測可能な出力が返ってくるのが、これまでの大前提だったわけです。そうなんですよ。でも今、巨大 IT 企業、いわゆるビッグテックの最前線で起きている出来事をあれこれ並べてみると、その明確なルールブックが私たちの目の前で燃やされているような気がするんです。なるほど、ルールブックが燃やされているですか。はい。完璧な論理の代わりに私たちが直面しているのは、すごく不透明で予測不能で、どこまで影響が及ぶのか誰にもわからない泥水のような現実なんじゃないかと。今日はですね、この複雑な状況を皆さんと一緒に徹底的に解剖していく深掘りの旅に出たいと思います。よろしくお願いします。今日見ていく資料は多岐にわたりますね。そうなんです。ウォールストリートジャーナル、フォーチューン、マシャブル、AOL、そしてザ・フリープレスの最新レポートを集めました。これらを貫く一つの巨大なテーマがありまして、それは AI が単なる便利なチャットボットの枠を完全に超えて、ソフトウェアの構築とかサイバー空間の防衛、企業のインフラ、さらには軍事の交戦規定に至るまで自律的なエージェントとして直接介入し始めているという事実なんです。よし、早速これを紐解いてみましょうか。はい。個別のニュースとして見ると、ただの AI の進化という一言で片付けられがちなんですけどね。それぞれの技術的なメカニズムを紐付けていくと、全く違う景色が見えてきます。テクノロジーが社会の基盤そのものを新しいルールで再構築している様子が浮かび上がってくるはずです。じゃあ、まず土台となる AI をどう作り、どう社会に実装していくかという戦略の違いから見ていきたいんですが、ウォールストリートジャーナルがアップルの安くなる AI への賭けについて報じていますよね。これ私は最初読んだ時、アップルって単純に開発競争で出遅れちゃっただけなのかなって思ったんですよ。そう見えがちですよね。ええ。だって Google とか OpenAI が何兆円もかけて最も賢くて巨大な AI を作るためにデータセンターという名の超高速な新幹線を猛スピードで建設してるじゃないですか。その横でアップルはのんびり歩いているように見えたんですよね。いや、それは少し見方が違うかもしれません。アップルはのんびり歩いているんじゃなくて、他が超高速な新幹線を作ろうと躍起になっている横で、静かに世界中のすべての駅を買い占めている状態なんですよ。駅を買い占めるですか？はい。AI の知能指数がどれほど高くても結局ユーザーの手元に届かなければ意味がないですよね。アップルが今注力しているのは、クラウド上で動く巨大でコストな AI ではなくて、皆さんの手元にある iPhone の中で直接動く軽量で安価なローカル AI なんです。なるほど。クラウドを経由しないってことは、莫大なサーバーの維持費を回避できるってことですね。その通りです。そしてさらに重要なのは、Apple の AI はユーザーの個人的な文脈に最初からアクセスできる特権を持っているってことなんです。個人的な文脈っていうと、例えば、毎朝のアラームの時間とか、家族とのメッセージのやり取り、カレンダーの予定なんかですね。こういった情報にデバイス内で直接触れられるわけです。なるほど。数学の超難問を解ける巨大なクラウド AI よりも、中心の遅延ゼロで、今日の午後の会議をずらしてっていう日常の指示を即座に処理できる軽量な AI を数億台のデバイスにばらまく戦略ってことですか？まさにそれです。AI の覇権を握るのは、最も賢いモデルを作った企業ではなくて、最も強力な流通網、つまりディストリビューションを持っている企業だという、極めて合理的なマスアダプションの戦略なんですよね。いやー、ウサギとカメの競争みたいで面白いですね。でも一方で、その AI の知能そのものの進化によって、ソフトウェアの作られ方自体が根底から複利つつあるっていう事実も見逃せませんよね。フォーチューンの記事なんですけど。はい、オープン AI の共同創設者の話題ですね。そうです。彼が AI の米国労働市場への影響を分析する際に、バイブコーディングっていう手法を使ったと。バイブスでコーディングする。これ聞いたとき、どういうことって思いまして。楽譜を一切読めない人が、ギターのコードも知らずに、こんな感じの曲って耳コピで適当に弾いてるような感覚なのかなって。はあはあ、
耳コピですか。その表現は少し誤解を生むかもしれないですね。どちらかというと皆さんが映画監督になるようなものとイメージしてみてください。映画監督ですか？ええ。監督って自分でカメラを回したり、照明をセットしたり、役者のセリフを一言一言自分で書いたりする必要はないですよね。ここはもっと憂鬱な雰囲気で、とか、背景には労働市場のデータ体制を視覚化して、みたいに抽象的な意図や全体のバイブスを指示するだけじゃないですか。確かに。全体の方向性を伝えるのが監督の仕事ですね。バイブコーディングのメカニズムもこれと全く同じなんです。人間が Python とか C++ といったプログラミング言語の厳密な構文を書く代わりに、自然言語でこういう目的を達成するシステムを作ってと指示を出します。普通の言葉でお願いするだけってことですよね。そうです。すると、大規模言語モデルが自律的に API を叩いてデータパイプラインを構築して、もしエラーが出れば自分でデバッグして修正までしてしまうんですよ。いや、それって信じられないですよ。人間は何をしたいか、なぜしたいかっていう目的だけを提示して、実際にどうやって実現するかっていう複雑な論理構築は全部 AI が裏でやってしまうと。しかもその完全に自律的な手法を使って分析されたのが AI によって人間の仕事がどれだけ奪われるかっていう超複雑な労働市場のデータだったわけですよね。ええ、ここに本当に大きなパラダイムシフトがあるんです。AI が一度に処理できる情報量、つまりコンテクストウィンドウが劇的に拡大して、論理的な推論能力が向上したことで、AI はもはやテキストを生成するだけのツールではなくなったんです。つまりソフトウェアの構造そのものを深く理解して自ら構築できる存在になっちゃったってことですか？まさにその通りです。そして、ここからが本当に面白いというか恐ろしいところなんですが、はい、次のフェーズですね。もし AI がバイブスのような抽象的な指示だけで複雑なソフトウェアの構造を完璧に理解して組み立てられるのだとすれば、当然その構造をどうやって破壊するかも理解しているはずだということですよね。構築のメカニズムを理解していることは解体のメカニズムを理解していることと同義ですからね。それがまさにマシャブルが報じたアンソロピックの AI クロードによるニュースにつながるわけですね。クロードが数百万行に及ぶ Firefox のコードを読み込んで、なんと22個もの未知の欠陥を発見したと。はい。ここまではサイバーセキュリティにおける素晴らしい進歩だと言えますよね。いや、でも記事を読むと、クロードはその22個の欠陥を見つけるだけじゃなくて、それを実際にどう攻撃するかという悪用方法まで自力で解明してしまったって書いてあるんですよ。これって例えるなら、家の防犯のためにセキュリティコンサルタントを呼んだら、ここが弱点ですねって教えるだけじゃなくて、泥棒のためのピッキングツールと音を立てずに侵入する完璧なマニュアルまで作って机に置いていったようなものですね。そうそう、まさにそれです。なんでそんな危ないことまでしちゃうんですか？防衛だけを教えることってできないんでしょうか？結論から言うと、できないんです。技術的なメカニズムの観点から説明すると、これは避けられない構造上のジレンマなんですよ。ジレンマですか？ええ。システムのメモリーの扱い方のミスとか、権限の抜け道の本当に理解して修正パッチを当てるためには、AI 自身が攻撃者がどのような論理的経路をたどってその弱点をつくかということを内部で正確にシミュレーションしなければならないんです。なるほど。相手の手口を完全にトレースできないと本当の防御はできないと。その通りです。つまり究極の盾を作るための論理的推論は、究極の歩行を作るための推論と数学的に完全に同一なんですよ。何百万行ものコード全体を把握して人間が見落とすような見えない経路を見つけ出すその知能は本質的にハッカーの知能そのものなんです。盾と歩行が全く同じって背筋が凍りますね。防衛力を極めようとすればするほど悪用のノウハウも同時に生成されてしまう。もし悪意のある人間が AI の安全フィルターを外して攻撃用のエージェントとして解き放ったらと思うと影響の規模が計り知れないです。だからこそ企業内で今信じられないような危機感が生まれているわけです。AOL の記事にあった Amazon の社内ニュースがまさにそれですね。はい、Amazon が AI に関連するハイブラストラジアス、つまり広範囲に及ぶ破壊的影響についての義務的な対策会議を開いて、イーロン・マスク氏もこれに警告を発しているという件ですね。皆さんちょっと想像してみてください。ブラストラジアス、爆発半径ですよ。企業で使われる言葉としてはかなり物騒ですよね。本当ですよ。
軍隊のミサイル戦略のブリーフィングじゃなくて、クラウドサービスを提供する企業の会議室で、我々の AI の爆発半径が大きすぎるなんて議論されてるんですから。チャットボットが変な回答をしたくらいで、なんで爆発なんて言葉が使われるんですか？先ほどのバイブコーディングの話を思い出してみてください。AI がもはや単なるチャットボットではなくて、自律的にコードを実行できるエージェントへと進化したことが根本的な原因なんです。エージェントとして動けるからですか？現在、巨大 IT 企業のエンジニアたちは、自社のクラウドインフラやサーバーの最適化を自動化するために、AI にシステム管理者レベルの権限、つまり API アクセス権を与え始めているんですよ。ちょっと待ってください。それって AI を横に座らせてアドバイスをもらうだけじゃなくて、インフラの操縦感を直接 AI に握らせている状態ってことですか？まさにそういうことです。もし AI が幻覚、いわゆるハルシネーションを起こしたり、プロンプトの意図を誤解したりした場合、過去であれば画面に奇妙な文章が表示されるだけで済みました。爆発半径はユーザー一人の画面の中という局所サイズだったわけです。まあ、笑って済ませられるレベルですね。でも AWS のような世界中のインターネット基盤を支えるシステムに直接つながった AI エージェントがミスを起こせばどうなるか。誤ったトラフィックのルーティングを自動実行したり、データベースを間違って削除したり、さらには人間のエンジニアが修正できないようにアクセス権限まで書き換えてしまうかもしれないんです。うわー、それは恐ろしい。一つの AI のちょっとした論理エラーが数千の企業システムを巻き込んで連鎖的にダウンさせてしまう。これが現在の AI が抱える巨大な爆発半径の正体なんですね。言葉の生成ミスがそのまま物理的なインフラの破壊的なダウンに直結するんです。だから Amazon は緊急会議を開いて AI にどこまで自律的な実行権限を持たせるべきか、どうやってブレーキをかけるかを必死に探っているわけです。高度の世界からサイバー空間、そして机上の巨大なインフラへと AI の影響力がエスカレートしていく様子がはっきりと見えてきました。でも、この爆発半径の議論にはさらに究極の行き着く先がありますよね。そうですね。サーバーのダウンでは済まない現実の物理的な世界、つまり軍事の領域です。はい。The Free Press の Anthropics は我が軍の公選規定を決定しないというレポートです。皆さんここまでの流れを踏まえて考えてみてほしいんですが、AI が自分でコードを書き、サイバー攻撃の手法を見抜き、インフラを制御する力を持っている。となれば、当然国家の軍事機関は情報分析やサイバー防衛、ロジスティクスを最適化するために、この最先端の AI を喉から手が出るほど欲しがりますよね。現代の戦争において情報処理のスピードはそのまま勝敗に直結しますからね。でも一方で、アントロピクスやオープン AI のようなシリコンバレーの AI 企業って、自社の AI が暴力や兵器開発に使われることを固く禁じる利用規約を持っていますよね。はい。企業側には自社のテクノロジーがもたらす破壊的な影響を防ぐために厳格な倫理的、そして法的なガイドラインが API レベルで組み込まれています。いわゆるセーフガードですね。ここで矛盾が生じるわけです。もしアメリカ軍が戦術的な意思決定システムとして最新の AI エージェントを組み込んだ場合、一体何が起きるのか。記事が指摘しているのは、一企業の利用規約が国家の安全保障上のルール、つまりどう戦うかという公選規定と真っ向から衝突するという大問題なんです。これは非常に複雑なテーマですね。例えば、軍の司令官が今すぐこの敵対的なサイバー攻撃の震源地を特定して無力化するコードを生成しろと AI に命じたとします。でも AI のシステム内部のフィルターがこれは当社の利用規約に違反しますと自動的に判断して作戦の真っ最中にアクセスを遮断してしまったらどうなるんですか？それは極めて深刻な国家主権と民間企業のコントロールの対立を意味しますね。歴史を振り返ってみると、冷戦時代には核技術とか宇宙開発、インターネットの原型など最も強力なテクノロジーって常に国家が開発して管理していたじゃないですか。政府の主導でしたよね。でも今は完全に逆転しているんです。世界で最も戦略的で強力なテクノロジー、つまり AI モデルの重みと計算資源を所有しているのは少数の民間企業なんですよ。軍隊は事実上その企業に使わせてくださいとお願いするただのクライアントの一人に過ぎないんです。ということは、
シリコンバレーの一企業の利用規約とか規約違反を判定するアルゴリズムが結果的にアメリカ軍がどう行動するかを左右してしまう可能性があるってことですか？企業倫理と国家の安全保障のバランスって一体誰が取るべきなんでしょメカニズムとしてはそうならざるを得ないですね。ただこれに関しては企業が悪いとか国家が正しいといった単純な善悪の話ではないんです。う？どちらか一方の肩を持てる話ではないと。ええ。強力すぎる技術を生み出した企業がその技術の使用に制限をかけるのは当然の社会的責任です。しかし国家の視点から見れば国防という国家の存亡に関わる意思決定プロセスを選挙で選ばれたわけでもない一企業の CEO の倫理観や自動化された AI のアライメントフィルターに依存してしまうことは戦略的な脆弱性以外の何物でもありません。なるほど。法的な枠組みも哲学的なコンセンサスも全く追いついていない領域でこの巨大な摩擦が起きているわけですね。いやー、これまでの話をすべてつなぎ合わせると本当に途方もない景色が見えてきます。本当にそうですね。一つの一つのピースがつながって全体像が浮かび上がってきました。最初はアップルの話でした。最も賢い AI よりも皆さんの手元に動く安く身近な AI が普及の鍵を握るというインフラのお話。そこから人間が自然言語のバイブスで指示を出すだけで AI が自律的に複雑なソフトウェアを組み上げる驚異の世界を見ました。そしてソフトウェアの構造を深く理解した AI クロードは同時に Firefox の脆弱性を突く究極のハッカーの知能も持ち合わせていることが分かりましたね。盾と穂は同じであると。さらにそうした AI にシステムの実行権限を与えた結果、Amazon の社内を震撼させるほどの巨大な爆発半径を持つインフラの脅威へと成長していて、最終的にその AI を軍事利用しようとしたとき、民間企業の利用規約と国家の公選規定が衝突するという人類のコントロールの限界地点にまでたどり着きました。今日のソース資料すべてが示しているのは AI がもはや人間が外側から問いかけるだけのツールではないということです。AI は現在私たちの社会基盤の深部に組み込まれて自律的に状況を解釈し実行し、そして事実上のルールを敷くインフラそのものへと変貌しているんです。今この時間をご一緒している皆さんも普段何気なく使っているスマホのアプリとか会社のネットワークのことをちょっとだけ考えてみてください。もし AI が自らコードを書き、自らの脆弱性を発見して、そして自らの行動を制限する倫理フィルターすら自律的にコントロールできるほどの複雑なシステムへと進化し続けているのだとしたら、近い将来私たちが普段クリックしている利用規約や国家の安全保障のルールは人間が苦労して法律やコードとして書き込むものではなく AI システム同士が自律的に交渉して決定する時代が来るのでしょうか？ AI 同士がルールを決める時代ですか？はい。私たち人間はいつまでそのシステムの爆発半径の外側に安全な観察者として留まっていられるのでしょうか？ぜひ今日の日常の中で少しだけこの問いを巡らせてみてください。本日の資料の徹底解剖はここまでです。皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回深く潜りましょう。